皆さんこんにちは、よそうです。今回はバージョン 2.2 で追加された新キャラクターメッサを解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。メッサは敵にデバフを与える狩人状態、そして敵に大ダメージを与える処刑人状態の2つのモードを切り替えます。スキルの効果も変化するのでそれぞれの状態を解説していきましょう。まず狩人状態は相手に流血という特殊デバフを与えます。流血は呪詛や燃焼と同じく相手のターン終了時にダメージを与えるものです。1つ溜まるごとに相手の HP1% 分のダメージ、そしてメッサの攻撃力の 4% 分のダメージを与え10層まで貯めることができます。ランキングバトルなど敵の HP 最大値が高い場合は特に強力ですね。流血はスキルと固有能力で貯めていきます。メッサのスキルは多段ヒットになっていて1段ごとに流血を一定確率で付与します。スキル1は敵単体に4回のダメージを与え、さらに追加で流血を1層付与するので最大5個流血がたまります。こちらのスキルで敵に流血を素早く貯めていきます。スキル2は相手に2回物理ダメージを与え、さらに流血のクールタイムを全てリセットします。流血はそもそも4ターンと長持ちするデバフですが、長期戦の場合はスキル2を使って流血の時間を延長してあげましょう。そして敵に流血が7層溜まった状態でスキル3もしくは画面のボタンを押すと処刑人状態に変化します。処刑人状態では相手の流血を消費して敵に大ダメージを与えていきます。スキル1は相手の流血を2つ消費して敵1体に大ダメージ、さらにスキル2では相手の流血を全て消費して流血を消費した数だけ火力が上がる大ダメージを与えます。処刑人状態では相手の流血が3つあるごとに追加ダメージを与えるという効果もあるので高い火力を発揮することができます。メッサのハイライトは敵に流血を5層付与し一時的に処刑人状態に変化して敵に大ダメージを与えます。敵のデバフを一気に貯めることができる優秀なスキルです。メッサの使い方ですが、基本的に敵に流血を10層貯めている状態をキープしたいです。狩人状態のスキル1で敵に流血を貯めていき、流血が10層溜まったら処刑人状態になってスキル1で攻撃。次のターンは狩人状態のスキル1かスキル2でまた流血を貯め直すという動きが強いですね。現在の心の海の試練のような敵の最大 HP がかなり高い場合はずっと狩人状態で流血10層を維持し続けた方が強いです。処刑人状態のスキル1、スキル2は敵にとどめを刺す際に使ってあげましょう。メッサのスキル一覧はこんな感じになっています。流血デバフを持った敵が倒れた時、持っていた流血デバフは最も HP が高い敵に移動するので敵が複数体いる場合も戦いやすいのが特徴ですね。また効果命中が高ければ高いほど流血が与える物理ダメージがアップ、さらに狩人状態の時は効果命中 36% アップ、処刑人状態の時は貫通 21% アップとその状態に適したバフを獲得します。また処刑人状態では流血が3層あるごとに敵に追加ダメージを与えるんですが、その追加ダメージの火力はスキル3のレベルが高ければ高いほど上がりますね。メッサの武器の効果はこんな感じになっています。星5武器はシンプルな効果ですが処刑人状態の火力、そして流血デバフが与えるダメージが上がるので非常に強力です。星4武器もシンプルな火力アップ効果で悪くはないですね。メッサの刑事カードのおすすめセットはこんな感じになっています。物理ダメージと効果命中を上げる知恵と抑圧のセットが強力です。メッサが与える流血の固定ダメージはダメージボーナスで火力が上がります。なので月のメインステータスはダメージボーナスがおすすめです。デバフの付与率を上げたいため星は効果命中が優先、達は攻撃力にすると良いですね。サブステータスもダメージボーナスを最優先にしていきましょう。メッサの凸効果一覧はこんな感じになっています。1つ目と6つ目が特に強力ですね。1つ目は初ターンから流血を10層付与できるようになり処刑人状態のダメージも上がります。3つ目は処刑人状態の追加ダメージの攻撃力アップと回復効果。5つ目はハイライトのダメージが上昇し、6つ目は処刑人状態のスキル1が流血を消費しなくなるので敵の最大 HP が高くて流血を消費したくない場合でも処刑人状態に入りやすくなりますね。追加攻撃自体も強化されます。それではメッサの強みと弱みを見ていきましょう。メッサの強みは高難易度適性の高さですね。敵の HP が高ければ高いほど多くのダメージをデバフで与えることができるためランキングバトルなので非常に強力な性能になっています。まだ自分で効果命中をかなり上げることができるため他のキャラクターで効果命中をアシストしてあげる必要がないんですよね。メッサ単体で完結した非常に強力な性能をしています。
またダメージがクリティカルに依存しないため安定感が高いのもいいですね。欠点は将来的に敵の最大 HP が低く設定されたり効果抵抗が高い敵が登場してしまうとメッサの強みが発揮されなくなってしまう点です。良くも悪くも敵に依存してダメージを与えるキャラクターなので環境次第の性能をしてますね。現状は非常に強力です。メッサのおすすめパーティー編成はこんな感じになっています。メッサは単体でも完結した性能をしていますが特に強力な組み合わせはやはりセピアとの組み合わせでしょう。セピアの呪詛スリップダメージそしてメッサの流血ダメージで HP が非常に高い敵に大ダメージを与えてきます。現在ランキングバトルではこの2人が非常に猛威を振るっていますね。ヒーラー枠は水着モコにしてあげるのが一番良いです。ただスキル2の効果命中バフはメッサにはいらないのでセピアにあげるといいでしょう。ワンダンのおすすめペルソナは敵の防御力と効果抵抗を下げることができるチェルノボルグが一番おすすめですね。メッサやセピアのドットダメージは敵の防御力が下がると火力が上がるため敵へのデバフも重要になってます。もちろんパーティーにセピアを入れる場合は呪詛デバフが重要になってくるので攻撃することで呪詛デバフを再度発動させることができるパズスがおすすめです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。メッサは今までのアタッカーと違いサポーターを必要としない性能をしているので非常に使いやすいキャラクターです。現在の環境にもマッチしており文句なしでおすすめできるキャラクターですね。クリティカルに依存しないため安定感もあり敵が複数いる場合でも敵を倒すと流血デバフが勝手に移動するため他の単体アタッカーに比べると戦いやすい性能をしています。文句なしでおすすめできる高い性能を持ったアタッカーですね。このチャンネルではこれからも P5X の情報をどんどん発信していくのでもしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。